紹介していきます。すでにもうやってます。腕をですね、外にグッとねじるだけ。荷物持ったままやるとかなり効果的です。余裕があれば内にねじる、外にねじる、これをね繰り返して行うといいと思います。エレベーターとか信号待ちの時間にもできます。次、お尻です。右足でお手本見せます。こんな感じで4の字を作ります。で、この状態で4の字の方、右のお尻、こっちに力をグッと入れます。横から見るとこんな感じです。この膝を外にグッと開く。この時にお尻に力を入れる。反り腰の方は基本的にお尻の筋力が弱くて硬いので、しっかりお尻の筋肉使う練習です。これはね、洗い物しながらとかドライヤーしながらできるんじゃないかなと思います。次はお腹です。反り腰の方はぽっこりお腹なので、ちょっと意識してお腹をグッとへこませる。この状態でキープするだけ、これだけです。で、もしも内股の方はちょっとつま先外抜けた状態でグッとお腹へこませましょう。これ僕おすすめは電車で移動の時とか一息だけお腹引っ込ましてキープとか、これがおすすめです。腹横筋というお腹のインナーマッスル使ってます。お腹がへこんでれば OK です。このままね、できる限り長い時間キープできた方が効果的です。次、足首です。どうしても半長膝気味で足首が硬い方すごい多いです。足首硬いとむくみやすいので、立ってる時につま先をぐっと浮かせておきましょう。こうするとふくらはぎ伸びる感覚があるのと、この前側ですね、すねの筋肉使ってる感覚あると思います。もうこの状態でキープするだけ。余裕があれば上げ下げしてもいいと思います。で、前もも力入っちゃう方はちょっと膝曲げましょう。ぐっと。これだけです。しっかり上げ切る。半長膝の解消とかむくみを取るのにも効果的です。この足首はちなみに座って行っても大丈夫です。座った状態でぐっとつま先浮かせる。これも十分に効果的だと思います。次は肩首ですね。後ろに手をぐっと持ってって倒すだけ。特にこっちの手使わなくてもいいですが、余裕があれば手をつけてこうするとここが伸びると思います。右手を後ろに回す理由は、こっちの肩がついていかないようにです。後ろに手を回して固定しておきましょう。で、どの方向が正解でもないです。斜め前に倒したりとか真横に倒したりとかね、してみましょう。で、最後が皆さんお待ちかねの内ももです。これだけです。座ってる時に膝と膝をつける。内もも弱い方はこれがかなりきついです。しっかりね、膝同士つけてるだけで内ももがきつくてプルプルしてくると思います。僕、目安は5分ぐらいできるとね、もうプルプルして限界ってなると思います。以上です。合計6種類。ぜひね、隙間時間見つけて、この自粛の期間もやってみましょう。外ももの脂肪を撃退します。下の足を少し曲げて、体が倒れないように安定した状態で足を真上に上げていきましょう。外ももの付け根あたりの筋肉を使うイメージです。手を添えると動いていることが分かりやすいと思います。外ももに脂肪がついてしまう原因は血行不良です。普段動かさない範囲までしっかり足を高く上げて血流を良くしていきましょう。もし余裕がある人は股関節を内側にねじった状態で上げると負荷が強くなります。つま先を少し斜め下に向けるイメージですね。次は上に乗ってる足を前に出して、下の足を内ももを使って持ち上げます。しっかりと内ももの筋肉を意識して、内ももの筋肉が使えていることを確認しながら行いましょう。もう少し負荷をかけたい場合は、上半身を起こして肘を床についた状態で行うと良いと思います。どの体勢もきつくてできないという人は、上の足を体の後ろに引いてみましょう。外ももが筋肉太りしている人のほとんどが外ももばかり使って内ももを使えていないことが多いです。次は両膝を曲げた状態で上の足だけお尻の筋肉を使って真上に上げましょう。外ももの筋肉ではなくてお尻の筋肉が使えていることをしっかり確認しましょう。お尻の筋肉がうまく使えずに外ももの筋肉ばかりを使って外ももが筋肉太りしてしまうパターンもあります。この動きに慣れてくると自然と外ももを使ってしまう人がいます。お尻の筋肉をしっかり意識し続けましょう。
お尻の筋肉は人の体で一番大きい筋肉なので、動かすことで全身の代謝アップも見込めます。次は上の足を前に出して内ももを使って足を持ち上げた状態でくるくる動かしましょう。足を持ち上げるときに内ももの筋肉を使うように意識しましょう。できる限り大きくくるくる回しましょう。この体勢で足をくるくるし続けるのが辛い人は、上の足を体の後ろに持ってきましょう。多少楽になると思います。皆さんがやりやすい方法で続けてみましょう。肩や首に力が入ってしまうと肩が凝ってしまうので、なるべく上半身は力を抜きましょう。次は上の足をお尻の筋肉を使って持ち上げてくるくる動かしましょう。これも普段動かさない範囲まで動かすことがポイントです。できる限り大きく回してみましょう。骨盤が倒れてしまって安定しないという人は、下の足を曲げておくと安定すると思います。外ももの筋肉は使わなすぎというよりも使いすぎの人の方が多いです。この動画では外ももの筋肉を使うというよりも、外もも以外の筋肉をしっかり使えるようにして外ももの負担を減らすイメージです。次は両膝を曲げた状態で股関節を外に開きます。お尻の筋肉を使って外に開きましょう。右と左の足首同士はつけたまま膝だけ離すイメージです。この種目は NG パターンを行ってしまう人が多いので、 NG パターンをご紹介します。 NG パターンは骨盤が後ろに倒れてしまうことです。正しいパターンはこのように骨盤を動かさず、お尻を使って股関節だけしっかり開く状態です。次の種目から逆向きになります。僕は見やすいように位置を変えますが、皆さんは寝返りを打っていただければ大丈夫です。外ももの付け根を使って足を高く上げましょう。骨盤が倒れて安定しないという人は、下の足だけ少し曲げると安定しやすいと思います。簡単そうに見えますが結構きついですよね。余裕がある人はもう少し高く上げると脇腹にまで効いてきます。それでも余裕がある人は股関節を少し内にねじった状態で足を横に上げてみましょう。脇腹の筋肉にも効かせたい場合はこのように上半身を起こすと良いと思います。次は内ももの筋肉を使って下の足を持ち上げましょう。上の足は前に立てるとやりやすいと思います。しっかり内ももが使えていることを意識しましょう。内ももの筋力がない人は足を少し持ち上げるだけでも十分に内ももに効くと思います。内ももを使っている感覚がわからない人は、空いてる手で内ももを触ってみましょう。動いているという感覚があれば OK です。上の足は僕と同じように体の後ろに置いても問題ありません。次は両膝を曲げた状態で上の足を持ち上げましょう。お尻を使って真上に上げるイメージです。何も意識せずにただ足を上げていると外ももを使ってしまいがちです。お尻の筋肉をしっかり意識しましょう。この動きはヒップアップの効果もあるので頑張りましょう。もうこの動画も後半戦なので結構疲れてきたと思います。この種目の最後の10秒間休憩していても問題ありません。次は上の足を体の前に立てて内ももを使って下の足を持ち上げましょう。少し角度を変えてみるとこんなイメージです。内ももを使って足を浮かせたまま大きく円を描きましょう。もしどうしてもきつくなったら多少足が床についても大丈夫です。頑張って内ももの筋肉を使って外ももの負担を減らすようにしましょう。疲れてきたら僕のように上の足を体の後ろについても大丈夫です。
次は上の足を持ち上げてお尻の筋肉を使ってぐるぐる動かしましょう。疲れてくるとどうしても円が小さくなってしまうのですが、できる限りでいいです。大きく回しましょう。骨盤が倒れてしまう人は下の足を曲げましょう。この種目もきつい人は最後の10秒間は休憩していても大丈夫です。次は両足を曲げた状態で股関節を外に開きましょう。お尻の筋肉を使って外に開きましょう。先ほど反対の足でお見せした NG 例のように骨盤が後ろに倒れないように意識しましょう。外ももを使わずにお尻の筋肉だけ使うと僕と同じように本当に少ししか上がらないはずです。お尻が使えている感覚があれば問題ありません。